犬王の話をしたい。皆さんは犬王っていう映画見ましたか？私は見たんですよ。もう面白すぎてやばかった。犬王マジで面白かった。はい、どうも小倉です。映画の話をしたい。最近見た映画の話。犬王がめっちゃ良くて、ここ半年間の間に見た映画の中だと結構トップレベルで面白かった。犬王のね、ちょっと感想動画をね撮っていこうと思います。犬王面白かった。やっていく。どういう映画かっていうと、室町時代の映画で能楽師の家系に生まれた犬王。でも犬王はなんかすごく表が見にくくて、ひょうたんの仮面をかぶり続けて生活していて、名前すらも親につけてもらってないような子供なんですね。能楽師の家系に生まれた犬王と全盲になってしまった琵琶法師の男の子、これは友名っていう男の子なんだけど、その2人が出会って2人としての能っていうのを極めていくっていうお話なんですけど、もうなんかめちゃめちゃ面白くて、これが実はこの映画始まり方がすごく特殊で、現代だよ。現代の道路とかタクシーが通ってく感じ、夜のね感じとかが画面に映し出されて、で友名の歌声が響いてる。でも絵はずっと現代なんだけど、それが友名の歌声と一緒に現代の絵がどんどん時代が遡っていく。で最終的に室町時代の絵になって、でそこから始まるのね、映画がっていう始まり方だったの。で現代の要素なんて何にもないのに、なぜか最初現代の絵から始まったのね。で友名の歌声で、これはすごく昔の600年前の話だみたいな歌が始まって、ちょっとなんか私からするとすごく不思議だなっていう始まり方だったんだけど、これもなんかめっちゃ伏線っていうとあれだけど、後から分かるとちょっと面白い仕掛けになってるんだけど、っていう始まり方のなんか最初からちょっと不思議な映画だったんだけど、なんかもう何がよかった、これいろいろ言いたいけどな、まあいいよね、どうせもう終わってしまった映画だし。とりあえず犬王は名前を親からつけてもらってなかったから自分でつけたの。自分で俺は犬王だって名乗って、その名前で俺は犬王として能を極めていくって言うんだけど、犬王はやっぱりその表が見にくいから、父親にね稽古をつけてもらったことがないから、自分のなんか見よう見まねで稽古してたっていうか踊ってたのね。だから犬王はそのザ能楽とか猿楽っていうののなんか決まった型みたいな決まったダンスを踊らない人だったのね。犬王は自由に踊るから、すごく犬王の舞にはコンテンポラリーな良さがあるんだけどっていう犬王と、友名は琵琶法師だから琵琶を弾くんですけど、友名も結構自分の音とか自分の弾き方みたいなものがあって、結構自由に弾く人だったのね。子供だったので、2人が初めて会った時に犬王が友名が琵琶を背負ってたから、友名に「お前それ弾けんのかよ」って言って、あ、やばい、このシーン大好き。お前それ弾けんのかよって言って、もちろんって言って友名が弾くのね。それでその友名はやっぱ自由に弾くから、でそれを聞いた犬王は変わってるなって言って、なんか自分も自由に踊り出すのね。で2人の世界がバーってなっていって、仲良くなって一緒に能楽を極めていくっていうお話なんだけど、このシーンめっちゃ好きで、2人が出会って「お前それ弾けんのかよ」って言って、もちろんって言って弾いて、すごい自由に弾いた後に変わってるなって言って、でニコニコしながら犬王が踊って、もっといけるぞって言って、友名ももっともっと弾いていくっていう、このシーンがめちゃめちゃ好きなんだけど、その時友名っていう名前だったんだけど、琵琶法師のその一座に入ったから、弟子入りしたから、1漢数字の1っていう字を名前に入れて改名しなきゃいけなくなっちゃって、俺は友名だけど友一だっていうのね、犬王との自己紹介の時に。その時犬王はまだ名前なくて、でも俺はもう自分の名前決めてあるんだって言って、でそれが結局犬王っていう名前だったんだけど、でその時、友名であり友一だった友名と犬王のね、そういう出会いの場面がすごい良かったんだけど、
ここめっちゃ大事なシーンだったのね。結局後から分かったんだけど、犬王はその亡霊が見えるのね。で亡霊が見えて亡くなった平家たちのその亡霊の声を聞いて、それを物語にして能楽として講演することによってその亡霊たちを成仏させていくっていう2人のスタイルだったの。だから音楽も新しければ踊りも新しいのにお話も新しいってなっちゃったのね。今までの能楽師の中ではいない存在なわけよ。でそれが瞬く間に巷に広まってもうすごい人気が出てきたの、2人に。友名は友名から友一に改名した後、犬王と出会って犬王と一緒にやっていくっていうことで自分の名前を付けたのね。俺は友有だとか、俺たちはここにいるぜっていう意味でそのありの字をつけて友有として生きていくって言ったので、いいじゃんそれってなって2人で友有座っていうのを作って一緒にやってたんだけど、やっぱり犬王と友有は犬王が亡霊の話を聞いて、でその平のお話っていうのを勝手に演目としてやってたわけだから、このストーリーっていうのは国中の誰もが知らないストーリーだったので、それは多分将軍様としては許せなかったことなのね。平のお話っていうの演目でやっていいお話っていうのはもう決めますって。でそれをもう標本にしてしまって、これに載っているお話だけが平のお話なので、これに載っていないお話を勝手に演じたり演奏したりするっていうことはもう許しませんってなっちゃったのね。ってなると2人の良さっていうのがなくなるわけね。だからもう2人はすごく素晴らしかったけど、もう解散しなさいみたいな将軍様の命令で下っちゃったの。でも友有はそれが俺たちだから、犬王が亡霊の話を聞いて犬王の舞を自分の琵琶で表現するし、自分は犬王の物語を語り継いでいくのが自分の琵琶法師としての仕事だってなって、でだからこそあるっていう字をつけて友有だって名乗ってたのに、それがもうダメになっちゃったわけね。友有座はもう解散ですってなって、で友有はなんかそれを琵琶法師の一座の師匠みたいな人のところに言いに行くの。解散しなければならなくなりました、でも自分はやりたいんですって、僕は友一じゃない友有だって言うんだけど、その師匠みたいな人はもう友一と名乗りなさいって、これ以上今まで通り好きにやってしまうと殺されちゃうからって、もう君は友有じゃないよ、うちに帰っておいで、君は友一だよって、友一って名乗りなって言ったんだけど、やっぱり友有は亡霊のストーリーを歌にして舞にして踊るのが、それが犬王の物語だし、その犬王の物語を琵琶法師としてずっと語り継ぐのが俺の物語だから、絶対にやめないって言ってやめなかったのね。でだから俺は友一じゃない、俺は友有だってずっと最後まで言い続けてたから、友有は結局捕まってみんなの前で処刑されてしまったのね。でそれとは別に犬王も違う時間帯の違う場所で将軍様に呼ばれてたの。足利に呼ばれてでしかもすごく綺麗なところで綺麗な服を着させてもらってお食事しながら喋ってた時に、それを犬王も言われたのね。君は美しいけどもうこれ以上標本にない平家の物語を踊るのはダメだよって、もう友有座は解散させました、だから君も友有と会うのはもうやめなさいって言われたの。でその時犬王めっちゃ怖い顔して明らかに怒ってたのね。明らかに怒ってて、恐れ多いですが私がその要求を受け入れなかったらどうするんですかって聞いたら、将軍は河原に友有の首が転ぶのを君は見たいのかって言ったのね。ってことはそれは君が僕の要求を受け入れなかったら君の大事な友有は殺すからねってことじゃん。でそれを聞いた瞬間に犬王は一回だけ顔を下げて何かを考えてたけど、もうまた顔を上げた時にはもう満面の笑みだったの。
いや僕はお上の言うことを聞きますよって、あなただけの能楽師ですみたいな感じでニコニコしてその要求を受け入れてたのね。でもそれっていうのはさ、やばい、それっていうのはさ、友有を守りたかったからじゃん、犬としては。友有を守りたかったから自分は犬っていう名前で能楽の頂点に立つって決めたけど、でもそんなことは多分犬の中では友有を失う痛みに比べたらとても小さなこだわりだと思ったんだよね、犬の中では。だからお上の言うことを聞いて、もうこれ以上スキーには踊らないし、他の能楽師たちと同じようになんか伝統の型みたいなものをただ無表情に踊っていくっていうのを受け入れたわけじゃん。それはさ、なんか友有を守りたかったからだし、生きてさえいればどうにでもなるっていうかさ、なんかこの先友有に一生会えないことを覚悟したし、その時一生会えないとか一生会わないって多分犬は心の中で誓ったよね、その時。でも別にそれでよかったっていうか、本当に命さえあれば、生きてさえいればどうにでもなったし、会えたかもしれないし、またね。だからこそなんか犬はお上の言うことを聞いたのに、自分の知らないところで友有は処刑されてたんだよ。なんかそこのさ、すれ違いみたいなものがなんかすごい悲しくて、なんか亡霊の話を聞いて、それを歌にしてそれを舞にして、なんか友有と一緒に能楽を極めていくっていう、それが犬王のしたかったことだし、なんかそれが犬王のさ信念だったけど、なんか犬王がそういう自分の信念とか心情を捨ててでも守りたかった友有っていう命と、友有は友有で命さえ顧みずに貫き通したかったその信念、俺は犬王の物語を琵琶法師としてずっと語り継いでいく。それができないなら俺は友有じゃないし、それができないなら俺は死んでもいいっていう、その友有の信念と犬王の気持ちね。このさ、このなんかアイロニーがすごい悲しかった。すれ違ったわけでもないし、本当に知らぬ間にさ友有殺されててさ、犬王は友有を守りたかったから、もう自分の好きなように踊れなくても友有が死んでさえいなければ、生きてさえいればどうにでもなるからさ、なんかだからこそ一生会えない覚悟もしたと思うし、一生会わないって誓ったとも思うのに、でもなんか知らないうちに友有は処刑されてて、なんかそこがなんかすごく悲しかった。犬王も友有を失いたくなかったし、友有も犬王を失いたくなかったわけじゃん。その無音なシーン本当に悲しかった。型通りに綺麗に舞ったって、友有の大好きな琵琶の音がなければ何の意味もない、何の価値もないっていう犬王の心境が現れてて、なんかだからこそ多分シーンを無音にしたんだと思うのね。なんかそこがすごく悲しくて、なんか立派な能楽師に多分慣れてるじゃん。神のそばに置いてもらって舞えるのはさ、まあわかんないけど能楽師冥利に多分尽きると思うけど、でもやっぱ犬王にとってはさ、そんなこと関係なくてさ、なんか大好きな自由な琵琶の音がないっていうことがやっぱ多分犬王にとって何の価値もないからこそ、犬王がさ綺麗に舞ってるシーンには音がなかったんだと思うんだよね。で最初の映画が始まるシーン
に戻るんだけど、最初現代の風景があって友名の歌声が響いてて、でどんどん時代が遡って室町時代の風景のなんか絵になっていくって言ったじゃん。あれは友名がずっとあの場所、処刑されたその場所でずっと歌い続けてたから最初現代の絵だったんだなってことが分かったのね、最後の最後で。ずっとあの処刑された場所で琵琶を弾きながらずっと歌い続けてるところに、亡霊になったその死んでしまった犬王が駆けつけてきて、こんなところにいたのかみたいなことを言うのね。探し出すのに600年もかかっちゃったぜっていうのね。お前名前戻したんだなって、戻したら見つけられないよって言ったのね。で犬王は友有のことを友有として探してたけど、友名最後の最後に友名って言っちゃったから、多分犬王はずっと名前を変えられたらなんか見つけられないらしいのね。よくわかんないんだけど、だから犬王はずっと600年見つけられなかったけどやっと会えたなみたいな感じで亡霊の2人が出会うのね。現代の風景の中で亡霊の2人が出会った時に2人の姿が子供の頃の姿に戻るのよ。でその時に犬王が「お前まだそのカブトムシみたいな美を持ってたんだな」って言うのね。弾けんのかよって言って子供の姿に戻った友名が「もちろん」って言って弾くのね。でそれさ、最初のシーンとさ2人が出会った頃のシーンと一緒なわけ、流れが。琵琶を背負ってる友名に「お前琵琶弾けんの?」みたいな感じで言って「もちろん」って言って弾いていく。で亡霊になった2人も弾いていくんだけど、最初の頃の出会ったシーンと同じように「お前まだちゃんとその琵琶弾けんの?」って言って子供の姿になった友名が「もちろん」って言って弾くんだけど、その時に犬王が「変わらないな」って言うのね。ニコニコしながら変わらないなって言って犬王も自由に踊り始めて、で友達も友達でもっといけるよって言って2人で弾いてってなんか2人が成仏みたいな感じになるんだけど、2人が出会ったシーンでは初めて友達の音を聞いた犬王は変わってるなって言ったの。変わってるなって言って、でもその変わり方が犬王としては心地よくてこうやってダンスし始めるんだけど、それを犬王は最後の最後に変わらないなって言って、なんかそこがすごいなんかそこがすごい良かったっていうか感動した。ニコニコしながら変わらないなって言って2人ですごいさ楽しそうに演奏して楽しそうに待ってる2人で映画が終わっていったんだけど、そこがもうすごい良かった。すごい良かった。